はい、皆さん、こんにちは。モノルです。今回は、こちら 8BitDo の Ultimate 2 Wireless コントローラーをレビューしていきたいと思います。8BitDo って言ったらですね、かなりレトロなコントローラーとかすごく出していてね、私も結構好きなメーカーだなってね、普段思ってたりするんですけど、特にね、Ultimate 2の前のね、こちらの機種ですね。よいしょ。Ultimate 2C ワイヤレスコントローラーっていうね、こちらのコントローラーなんかすごく良くてね、かなり気に入ってたんですが、こちらはね、トリガーストップとか背面ボタンがなくてね、トップに2ボタンだけ追加されてるっていうタイプのコントローラーでした。ただめちゃくちゃデザインが良くて、この質感ですね、プラスチックの。これがね、すごくいいんですよ。この質感がね、ものすごくこれも良くてね、めちゃめちゃデザインはね、好きなコントローラーでした。で、こちらの、コントローラーではちょっと物足りないっていうのは正直ね、やっぱりあったんですけど、そっからかなりね、8BitDo も本気出してね、最新機種に引けを取らないスペックのコントローラーを出してきてくれました。それがこちらの 8BitDo Ultimate 2 Wireless コントローラーっていうことです。一通り検証はもうすでにしてきたんですが、めちゃめちゃいいコントローラーでした。素晴らしいコントローラーの中のね、まあ大体私の中で本当にこれは素晴らしいコントローラーだなっていうのが5台ぐらいあるんですけど、その中の1台かなっていうふうに思います。かなりおすすめ機種なので、ぜひね、今回のね、レビューも見ていってくださったら嬉しいです。よろしければね、高評価とチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。はい、そしたらいつも通りモノルの方でサクッとスペックの方を見ていきたいと思います。カラー展開はね、黒と紫色と白色があります。個人的には黒とかね、濃い色の方がね、おすすめなんですが、白の方はちょっとね、汚れが目立ちやすいのでね、まあ、長く使いたいよという方は濃いめの色の方がいいかなと思いますね。私はちょっと見た目重視で白を購入してみたんですけどね。はい。で、対応機種は PC と Android だけっていうことになってます。Ultimate 2 Wireless っていうね、ここがね、Bluetooth ってなると、なんかスイッチに対応したりするっていうね、8BitDo のなんかちょっとよくわからないネーミングがあるんですけど、こちらの方は PC と Android のみの対応っていうことは注意が必要です。で、接続方法は有線、Bluetooth 無線ドングル接続に対応していてですね、スティックの方は TMR のスティックっていうことになっています。スティックの重さは 60g フォースということで、とてもね、ちょうどいい重さかなと思います。ショルダーに2ボタン追加ボタンがあってですね、背面にも2ボタンの追加ボタンがあります。合計で追加ボタンは4ボタンあるっていうことで、すごくね、FPS ゲームとかもやりやすいコントローラーですね。遅延の方の値っていうのも非常に速くてですね、2.79 ミリセカンドっていうのが優先の遅延で、他のね、遅延はこちらの値の通りでした。トリガーストップはマイクロスイッチのね、ボタンに変わるタイプのトリガーストップがついています。有線のポーリングレート、無線のポーリングレートともに 1000Hz で、実測値ではね、940、50ぐらいっていうことでした。スティックの感度に関してはノンリニアではあるんですが、かなりリニアに近いスティックで、ジャイロセンサーがついていてですね、マクロ機能にも対応しています。体重量は 249g ということでね、重すぎずね、まあめちゃくちゃ軽いってわけではないんですが、まあ重すぎないコントローラーかなと思います。価格の方は Amazon で、現在8990円ということでね、私もこの値段でね、こちらの製品の方を購入しました。はい、そしたら本体の方じっくり見ていきたいなと思うんですが、このね、充電ドックの方はね、こちらついてます。で、こちらのね、充電ドックは、ここの裏面にね、無線ドングルが収納されてね、送られてくるんで、まあ、このままね、使えばいいかなと思いますね。で、この状態で無線接続されるんですが、置くとですね、はい。しっかりね、切断された上で充電が開始されるっていう風になってます。はい。で、持ち上げるとですね、このように自動的に無線ドングルに接続されるっていう形になってます。非常にこれは使い勝手がいい機能になってますね。デザインもすごくいいんで、こういう風にね、置いておいて、飾っておくのもすごくいいかなと私は思ったりしますね。はい。引き出しにしまったりとかしないで、あえてね、これをディスプレイするっていうのもいいんじゃないかなと思います。でですね、まず大きさの方を見ていきたいんですが、Ultimate 2C ワイヤレスとね、全く大きさは一緒です。残念ながら Ultimate 2C の方はね、端子がないので、充電ドックで充電することはできないんですが、ぴったりね、こんな風に置くことができます。なのでね、大きさっていうのは
完全に一緒かなと思いますね。背面ボタンついているんですが、この背面ボタンがすごくね、控えめな背面ボタンになっているのでですね、大きさが大きくなってるなっていう感覚はほとんどないですね。そうですね、こちらがいいよ、無線ドングル接続と Bluetooth 接続の切り替えスイッチっていうことになってます。ここは背面ボタンですね。非常に、出っ張りも少なくてですね、押し心地はかなりマイクロスイッチに近いようなタクトスイッチかなって思います。すごくこれもいいですね。で、トリガーストップ機能っていうのもあってですね、トリガーストップをオンにしない状態だとこのぐらいのストロークです。普通のストロークっていう感じですね。で、トリガーストップをオンにするとこのぐらいのややね、マイクロスイッチボタンに変わるトリガーストップとしてはちょっとストローク大きいかなと思います。ただね、押し心地はさすがですね。いい押し心地をしているかなと思います。で、RB とこのトップのボタンですね。このあたりっていうのもタクトスイッチですかね。ちょっとね、マイクロスイッチっぽい押し心地があるので、ちょっとこれどっちかね、ちょっとよくわからないんですが、かなりタクトスイッチだとしたらですね、かなり押し心地のいい方の、ボタンになってるかなと思います。背面ボタンとね、この上のボタンっていうのはすべてね、同じ、スイッチのね、部品が使われてますね。ただ背面ボタンだけちょっと押し心地が違う感じはします。このね、すべてのボタンの中では背面ボタンちょっと押し心地悪いですけど、普通のね、タクトスイッチの背面ボタンと比べるとかなり押し心地いいです。ね、ちょっと柔らかめですね。で、私の場合はですね、持った時にちょうどね、中指の先端にここが来るっていうよりかは、ちょっとこう中指の真ん中ら辺に来るので、押す時にね、そこまで、なんていうんですかね、誤爆しないっていうんですかね。こういう感じですね。なんで、ちょっとこの下側にね、中指を置くことができるんで、全くね、誤爆っていうのをすることがなかったですね。かといって押しにくいわけじゃなくて、この第一関節っていうんですかね、この部分で、こう、押すとね、押せるっていう感じになるので、この背面ボタンは本当に素晴らしいなと思いました。で、ここのね、ボタンもすごく押しやすいです。トップの追加ボタンもね、全然押しやすくてですね、エイムしてパッとね、ここを押したりとかももちろんできます。こういう持ち方をする方の場合だとですね、中指ではちょっと押しづらい位置にあるかなと思います。人差し指で押すっていう感じになっちゃうかなと思うんで、少しね、この配置っていうのはですね、こういう風にね、人差し指と中指を上に添える方にはやりづらいかなっていうのとですね、背面ボタンもちょっとね、位置的に中指のこう、指の先の方に来ちゃうんで、誤爆はちょっとしやすくなるかもしれないですね。そういうところでね、持ち方としてはこういう人差し指だけをトリガーにかけるタイプの持ち方の人に向いているコントローラーかなと思いますね。はい。で、この横の形状がこういう風にね、割とこう沿ってね、上に沿ってるっていうことで、このあたりもね、ちょっとね、この持ち方だと違和感を感じられる方っていうのもいらっしゃるかもしれないですね。で、ABXI ボタンはメンブレンで、十字キーっていうのはタクトスイッチの十字キーになってます。かなり押し心地は柔らかくなってるんで、シリコンのカバーが入ってるタクトスイッチの十字キーかなと思いますね。はい、それでですね、スティックの直径なんですけど、17ミリぐらいですかね。そうですね、ちょうど17ミリぐらいっていうことで、結構ね、スティックの直径はちっちゃめな、スティックになっているので、例えばプロフリーク V2 とかですね、プレイステーション対応のフリークつけるとかなり緩くてね、こう回ってしまうかなと思います。私はこういう時はね、こういうシールテープなんかをこうスティックの方に巻いてやってですね、軽く、一周もすれば十分かな。でシールテープの上からこうやって、フリークつけてあげるとですね、かなりしっかりと固定されるので、こういうやり方結構おすすめかなと思います。ちょっと格好悪くなっちゃってるんですけど、綺麗に巻けばもうちょっとね、見た目は良くなると思います。でちなみにですね、USB ドングルなんですけど、こちらね、USB Type-C の、USB ドングルになっているので、これを直接ね、PC に挿したい方は USB Type-C 端子があるかどうかですね、もしくは、USB Type-A to C の変換アダプターみたいなものがあるかどうかはチェックしておくと良いかもしれないです。はい。で、付属品の方もちょっと軽く見ていきたいなと思うんですが、はい。付属品はですね、こういうね、マニュアルへの QR コードが入ったちっちゃな冊子ですね。接続方法が簡単に書かれているものと、
こういった、シンプルな白色の USB ケーブルでした。これ多分カラー変わるとこのケーブルのカラーも変わるんじゃないかな。ちょっとね、私そこまで確認できてないんで何とも言えないんですが、Ultimate 2C の時の USB ケーブルでこういうなんかちょっとね、おしゃれで、ちょっと柔らかい、こうね、柔らかいような材質の USB ケーブルが入ってて、すんごくこれがね、おしゃれだったんですけど、はい、今回もね、材質はちょっと柔らかい感じでね、まあまあおしゃれな USB ケーブルではあるかなと思いますね。さすが 8BitDo さんだなっていう感じがします。よいしょ。白色に関しては割とね、パッと見はそこまで何の変哲もない USB ケーブルになっちゃってるかなとは思いますね。はい。というわけで、本体このぐらいにしてですね、早速、スティックの方のね、感度っていうのを見ていきたいと思います。はい。で、今ね、レスポンスカーブ測ってるんですけど、ファームウェアのアップデートがあるかっていうのをチェックし忘れてたのでですね、こちらのね、8BitDo Ultimate ソフトウェア V2 っていうね、ものをダウンロードしてきてですね、ちょっとアップデートを試してみたいと思います。今現在 1.02 ってことでね、ちょっとログっていうのを見てみると、マクロ設定してるときにジョイスティックのポーリングレートが下がってしまうっていう不具合の修正と、ジャイロスコープのね、問題を修正しているっていうのと、ターボ、連射機能の不具合ですね。で、LT、RT ボタンのアナログエフェクトのね、修正っていうことです。で、V1.02 がね、ファクトリーの、工場出荷時のファームウェアということで、1.03 ではね、特にレスポンスカーブとか変わらないと思うんですけど、一応ね、アップデートしておきたいと思います。アップデーティングってなって、はい、1.03 にね、アップデートすることができました。はい、それでファームウェアのアップデートを行ったのでですね、まずちょっと基本的な設定だけやっておきたいと思います。まずは、こちらデッドゾーンがまず入っているので、マイナスとプラスを同時に長押ししてですね、デッドゾーンを切ります。はい、デッドゾーン切ることができましたね。そしたら、再キャリブレーションの方もやっておきたいと思います。再キャリブレーションは LB、RB とマイナスプラスを同時押しですね。すると、はい、真ん中の LED が点滅するので、これでスティックを3周回して、で、トリガーストップをオフにした状態でアナログトリガーを3回ですね、押します。それでもう一回 LB、RB マイナスプラスと押せば完了ですね。はい、これで、基本的な設定は完了ですね。で、シーエンドチェックの方も軽くやっておきたいと思います。よいしょ。はい、こんな感じですね。ちょっとね、右スティックの方、新エンドの方はね、かなりいびつな形になっちゃってるかなと思います。これはね、結構、この辺ちょっと、あまり精度は高くないのかもしれないですね。はい、だいたい 47% ぐらいで、マックス入力じゃなくなるって形ですね。この左側は36% ってことで、ややね、スティックの精度には課題があるコントローラーかもしれないです。で、今画面に出てるのがですね、私がちょっとね、ゲームパッド LA さんが配布しているスティックのテスターの方を、改造してね、自分で作ったちょっとこのレスポンスカーブを計測する用のソフトウェアですね。こちらでね、計測やってます。ちょっともしね、使う方いないと思うんですけど、概要欄に一応、このソフトへのリンクっていうのは貼っておきたいと思います。はい、それでこちらがね、8BitDo Ultimate 2 Wireless Controller のスティックカーブになります。比較的ね、なだらかで緩やかな感じでね、ちょっとこの辺が低感度になっていてね、先の方が高感度みたいな感じのカーブですね。S 字のようなカーブを描いているっていうことがわかります。誤差の方を見るとまさにそういうね、ことを表すような感じのグラフになっているかなと思います。実際触ってみるとですね、これほぼ 5% 未満ぐらいの低感度差でですね、ほとんどね、感じ取ることはできないぐらいの低感度差かなと思います。この辺の高感度差っていうのはそこまでね、レーシングゲームだとちょっとこの辺気になったんですけど、FPS ゲームではね、Apex とかではほとんど気にならなかったですね。で、ここはね、やっぱり曲線になってる分、ちょっとね、違和感っていうのはあるんですが、
ほぼこれだとね、何もいじらなくても使っていけるスティックなんじゃないかなと思います。なんでね、実際に、後でね、Apex のゲームプレイとかもやっていきたいと思うんですが、このね、感度カーブのままでプレイをしてきました。はい。で、続いてですね、遅延の計測のために分解っていうのもね、やってきました。かなり分解っていうのはですね、やりやすかったんですが、グリップ部分のパネルを外すのはちょっと硬くて大変だったかなっていうところですね。でも全体的にそんな分解のハードルは高くないと思います。はい、ここまで分解したんですが、まずですね、このトップのボタンですが、一応ね、タクトスイッチっぽい形なんですけど、かなり押し心地はマイクロスイッチに近いようなですね、タクトスイッチなのかマイクロスイッチなのかが使われてて、実際ね、LB とかね、このトップの追加ボタンの押し心地すごくいいです。で、マイクロスイッチが、トリガーストップのところにはね、入ってますね。はい、ここですね。なので、でもこのマイクロスイッチはどこのメーカー製なのかはよくわからないんですけど、ちょっと押し心地はね、劣るかなっていうんで、基本的にこうトリガーストップオン時の押し心地はですね、この LB とトップの追加ボタンとトリガーストップの部分ってほとんど変わらないですね。で、背面ボタンもこの同じタクトスイッチかな、よくわからないボタンが使われていました。ほぼほぼね、これ押し心地マイクロスイッチですね。はい。なんで全体的にこう、おそらくですけど、これマイクロスイッチなんじゃないかと思うんですよね。で、全体的にね、すべてのボタンの押し心地がいいかなっていうところです。で、ABXY ボタンはメンブレンになっていて、十字キーはタクトスイッチですね。で、こういうシリコンカバーがされたね、タクトスイッチになっていてですね、ちょっと凝ったこういう、作りになってます。これがね、すごく、格ゲーにはね、向いてる十字キーだったかなっていうのをね、後でちょっと見ていくんですけど、すごく良かったです。はい。で、肝心のこのね、TMR センサーなんですが、メーカーはですね、ホールパイですね。はい。ホールパイっていう風に書かれたスティックですね。これ TMR センサーのスティックで、このね、横のセンサー部分をこういう風にですね、取り外してみたところですね。よいしょ。よく回転する部分っていうのがあるかなと思うんですけど、こちらがね、こういう風に、回転軸の下側に磁石がついているタイプになっていてですね、このね、カバーの方に普通は、よくある、こういうね、TMR とかホールエフェクトのスティックにはね、ここにセンサーがついていることが多いんですが、ここには何もついてないです。8-bit Do はよくこういうことをやってるんですよね。実はセンサーが基板にね、直接実装されていて、ここにあるのが、見えるかな。はい。ここにね、基板上にセンサーが、TMR のセンサーの素子がね、ここに実装されているという形になってます。はい。で、これがね、結構リニアに近いかなっていうね、実装方法になっていてですね、8-bit Do で言うと、Ultimate 2C もこれと同じような実装方法のホールエフェクトスティックだったんですが、非常にね、このスティックはいいかなと思います。ただね、今回は残念ながら完全にリニアっていうわけではなかったかなっていうところですね。そしたらね、遅延の方をね、計測していきたいと思います。はい、それで今回もですね、遅延の計測には、ゲームパッド LA さんが配布している GPDL っていうソフトウェアを使ってですね、メンプレの X ボタンのところで計測を行いました。はい、それで 8-bit Do Ultimate 2 Wireless Controller の遅延の計測結果がこちらのグラフの通りになってます。紫色が有線接続。で、この黄色のところが無線ドングル接続ですね。で、こちらのね、水色が Bluetooth 接続っていうことになってます。平均で見ると、有線と無線ともにね、すごく優秀な値でしたね。2.79 ミリセカンドと 3.88 ミリセカンドっていうことで、さすがね、最新コントローラーっていうことで、最近はね、このぐらいの遅延っていうのがもう当たり前になってきてるかなと思います。Bluetooth 接続の方は 12.58 ミリセカンドということでね、これは、デュアルセンスの Bluetooth 接続はね、異様に速かったりするんですけど、基本的にサードパーティ製のコントローラーはだいたいこのぐらいの遅延っていうのが出てしまうのが普通ですね。はい。で、幅の方もね、最大で、有線の方が 4.36、無線ドングルが 5.09 ということでね、こちらのグラフの幅も非常に狭くてですね、ものすごく遅延に関しては優秀なコントローラーだったと思います。一部ね、スティックの方の遅延が
ちょっと大きめっていうね、話があったりはするんですけど、ちょっと私個人的にそのね、スティックの遅延の測定方法っていうのにちょっと疑問があったりもするのでですね、あんまりそこまでね、気にしなくてもいいんじゃないかなと思ってたりはします。この遅延であればですね、全く気にする必要はないような遅延ってことで、無線ドングルでも普通にね、使って遊んでいけるコントローラーだと思います。はい、そしたらね、ちょっとゲームプレイに移る前にですね、8-bit Do Ultimate Software V2 の方のね、できることっていうのを軽く見ておきたいと思います。まずね、こういう風にプロファイルっていうのを、作ってですね、で、このプロファイルを Load to Profile 123っていうところに割り当てるとですね、この本体の方のこのね、プロファイルですね、今プロファイル1になっていて、ここのプロファイルボタンを押すとプロファイル2ってなってね、で、今プロファイル3が設定されてないので、これでプロファイルなしの状態になるっていう感じですね。後でモンハンのゲームプレイでも見ていきますが、プロファイルなしのモードっていうのは本体だけでね、ボタンの割り当てとかを設定するモードになっていて、同時押しはですね、基本的に、このね、モードじゃないとうまく設定っていうのはできなかったですね。はい、プロファイルありのモードではですね、こんな風にですね、フロントとバックそれぞれの、ボタン設定っていうのをソフトウェアで変えることができます。R スティック押し込みを無効とかもできますね。で、背面のところのボタンと追加のトップのボタンの設定とかも変えることができます。マクロの設定っていうのができますね。あとは、マクロ設定に関してはですね、マクロを作ってそれをこう設定するボタンを選択してアクティベートってやってやるとそこのボタンがマクロになるっていう形になってます。マクロの内容っていうのはですね、まず押したら1回ね、そのマクロが、実行されるっていうことで、100ミリ秒間ね、これが、実行されるっていう形になるのと、マクロボタンを押すとですね、その間ずっとこれが実行され続けるって繰り返し実行されるってやつですね。で、マルチプルっていうのをね、何回まで繰り返し実行するかを制限できるっていう形になります。残念ながらこれね、押してる間だけ実行とかっていうモードがなくて、この3つのモードしかないので、同時設定っていうのがね、やりたいことはですね、押してる間だけやっぱり実行してほしいっていうのがあるかなと思うんですけど、その設定ができないっていうのがちょっとね、マイナスポイントかなと思います。なんで結構ね、シンプルなマクロ機能しかないかなっていう感じですね。マクロ機能に関しては、何個分とかっていう制限がうまく入ってないのかな、これ。永遠にマクロ機能を記録し続けられるんですけど、どういうことなんでしょう。記録しすぎるとすごい重くなりました。あんまり大量にね、記録するとすごく重くなるっていうことがあるみたいですね。で、こういう風にね、消えちゃったな。ちょっとね、このソフトウェア自体の、作りっていうのは、まだまだね、出来はあんまり良くないかなと思います。はい。で、左スティック、右スティックのデッドゾーンの設定とかもできますね。アンチデッドゾーンの設定っていうのができないっていうことになってます。トリガーの設定っていうのがあってですね。振動機能の強さの設定と、ライティングの設定ですね。一応このね、LED ライトの設定っていうのはもちろんオフにすることもできます。モーションの設定ですね。ジャイロ機能があるので、L スティックに割り当てたりとかですね、っていうこともできます。すごくソフトウェアのね、できることとしてはシンプルな方の部類になるかなと思います。はい、続いて Apex のね、ゲームプレイになります。ここから、ランクですね。実際ゲームをプレイした時系列順にね、いろんなランクとか、あとは最近のトリオエイプリルフールっていうモードのね、戦闘シーンだけを絞ってちょっと、何個か流していきたいと思います。ちょっとね、今回ね、一つのランクマッチ通していい、なんていうんですかね、マッチが取れなかったので、プラチナ4スタートってことで、もうね、敵はかなりやっぱ強いですね。シーズン始まりちょっと経ってるぐらいなんですけど、なかなかね、厳しいなってところなんですが、最初の戦闘シーンとかも見ていただいたら分かる通り、やっぱりちょっとね、スイーツ付近のほんの少しの低感度差っていうのが響いてるのかなっていうね、ワンテンポ遅れるところの遅れがひどくなりがちっていうところはやっぱりちょっとあったかなっていうんで、一応ね、今回、いろんなね、
他の普段使ってるエボトップとかですね、デュアルセンスエッジとかともね、トリオエイプリルフールの方で比較してね、比べてみたんですが、やっぱりね、本当に当たるコントローラーと比べるとちょっとね、当たりづらいかなっていうところは正直ありました。ただね、操作感的にはですね、そこまで、めちゃくちゃね踊ってるわけじゃなくて、もうねすごい遅いなとかっていう感覚はなかったですね。やっぱり、本当に完璧を求めてね、ちゃんと戦える強いコントローラーがいいよっていう方にはさすがにちょっとおすすめはできないかなっていうところではあります。で、先ほどのフラトラとかね、ネメシスのリコイルとかも若干ね、距離が遠くなるというかですね、動かす量っていうのは大きめにしなきゃいけないっていうところで、これはね、慣れの問題っていうのはもちろんあるんですけど、ちょっと難しさっていうのは感じたかなというところです。はい、で場面移って、トリオエイプリルフールですね。エヴァ8とかはね、ちょっと意識的に強めにフリックするようにすれば結構当たるかなっていうところで、なんていうんですかね、FSMG の追いエイムのところの、相手のレレレで切り返された時に追いつきれないみたいなところっていうのが厳しいっていう感じはあったんですけど、エヴァ8とかはね、めっちゃ当たるなっていう、ね、感じがしましたね。はい。なんで今回、これね、トリプルテイクとエヴァ8みたいな組み合わせで戦ってたんですが、まあ、このね、マッチは本当に仲間の人が強くてね、ほとんどキルパクみたいなのばっかり続けて、キルリーダーにまでなっちゃうみたいなこともあったんですけど、まあ、総じてですね、完璧ではないという感じで、もう一声リニアっぽくね、スティックの感度が鳴ってれば、最高だったかなっていうところなんですが、まあ、これだけね、戦えればまあ十分なんじゃないっていうぐらいの、スティックのね感度だったかなというのが APEX での感想でした。はい。で、コールオブデューティの方もねプレイしてきました。エイムに関してはですね、全く問題ないどころかかなりよく当たってくれたかなと思います。パッと、合わせるね、腰打ちでエイム合わせて狙っていくような場面っていうのもしっかりとですね、合わせていくことができたかなと思います。かなり感触良くてですね、この辺りですね、あまりコールオブデューティではスティックの感度っていうのはね、問題なくね、まあこれはね結構いつものことではあるんですが、多少低感度でもコールオブデューティだとうまくいくっていうねところがありますね。でトリガーとかはね、全く文句なく良かったかなと思います。確かにちょっとストロークが深くてですね、でほんのちょっと押し心地が重いっていう感覚はね、コールオブデューティーでもありました。でその辺ですね、まあ正直ねこれは本当に最高にねトリガーが、いいコントローラーと比べるとちょっと劣るかなっていうくらいで、もうね、別にそこまで多分求めてる方っていうのはね相当まあいいコントローラーをお持ちの方だと思うんでですね、まあ例えばね、デュアルセンスのカスタムコンとかですね、まあそこまで、まあ必要ないんじゃないかなとは思いますね。まあこれで全然十分ね、戦っていけるようなトリガーになってるとは思いますね。この前半はですね、フリークをつけずにちょっとプレイしてみたんですが、まあフリークなしでも全然ね、良かったと思います。ちょっとね、細かいエイムをしなきゃいけない場面でぎこちなくなっちゃってですね、もう最近ほんとフリークなしじゃ FPS ゲームプレイできなくなってきつつあるなって思うんですけど、途中からフリークつけるとそういうぎこちなさとかもね、全然なくてですね、すごく当てやすかった印象があります。で、コールオブデューティーで特に良かったなって感じたのはですね、追加4ボタンでトップに2ボタンついているっていうところですね。APEX でもね、トップの左側のボタンっていうのはだいたい武器チェーンに割り当ててたりするんですけど、コールオブデューティーでも B ボタンかなで、武器チェーンをするようにしたりですね。で、右側のトップのボタンにはですね、Y ボタンだったかな、リロードとかですね、あとは、リプレイのスキップボタンにね、割り当ててやるとね、非常にやりや
やすかったですね。なんでもうずっとね、親指は右スティックに、置きっぱなしでね、ゲームができるっていうところで、しかもね、背面4ボタンよりかはね、トップ2ボタンの方が直感的に操作ができるので、私は好みだったかなっていう風に感じますね。この追加4ボタンっていうのが本当に素晴らしかったっていうところですね。そういうわけでね、私にしては珍しく、リーダーボードでもトップっていうことでね、非常に、楽しく Call of Duty Black Ops 6もプレイできました。はい、そしたらね、モンハンワイルズの方やっていきたいと思います。このね、アルティメット 2C ね、マクロ機能にも対応しているということで、同時押しがね、できるかどうかというところをちょっと見ていきたいなと思いますね。この設定の方でですね、マクロをこういう風にですね、Y と B ボタンっていうのをですね、3秒間同時押しするっていう、こういうマクロを組んでみたんですが、これね、これだとちょっと、うまくいかなくてですね、これだとね、普通に1回ボタンを押しただけでね、3秒間ずっとこれが、Y と B のボタンのね、同時押しがずっと続いてしまうっていうことでうまくいかないので、プロファイルを切った状態でですね、背面ボタンに、こう、背面ボタン YB をね、長押しして、この四角のボタンを押して、で、この四角のボタンを離します。これでね、離すとね、普通にこうやって割り当てできますね。で、こうやると、普通にね、ボタンを軽くちょんと押したらすぐに切れてくれてですね、で、長押ししたら長押しした分だけずっとね、Y と B ボタンがずっと長押しされるということで、これでね、モンハンのね、長押し設定はできるみたいです。ただね、プロファイルが残念ながらね、プロファイルなしのモードで使わなきゃいけないということで、プロファイル機能をね、使って、例えばモンハンだとね、武器種によってこう割り当て変えたりとかね、したいんですけど、そういうことがちょっとできないっていうのは結構ね、モンハンでは痛いかなっていう気がします。ただ、同時押し設定っていうのはできるっていうね、ことになってます。そしたらちょっとね、配信バウンティーのね、クエストの方が、バーラハーラだったので、調査クエストの方でね、アルシュベルド歴戦アルシュベルドとバーラハーラのね、調査クエストの方を、ね、やっていきたいと思います。はい、アールシュベルドの方はね、難なく、久しぶりすぎてですね、ちょっとブランクあったので、結構下りまして、普通に倒せましたね。すごくね、アルティメット2自体はね、問題なく、トップにボタンがあるんで、弓との相性は最高ですね、本当に。やっぱりね、トップのボタンはいいですよね、で、これなんですけど、モンハンには全く文句なく使えるコントローラーかなと思いました。持ちやすいですしね、結構、まあ、そんなね、めちゃくちゃ軽いってわけじゃないんですけど、まあ、そこそこ軽いですしね、非常にね、モンハンには使い勝手のいいコントローラーかなと思います。はい、そしたら、スト6でね、十字キーとね、ABXY ボタンの検証していきたいと思います。パッと触った感じ、この十字キーがね、おそらくタクトスイッチの十字キーなんですけど、押し心地はすごくね、良くて、悪くなさそうではありますね。どうかな？意外といけるかな？ちょっとやってみます。ちなみに斜め上はね、めっちゃ入れやすいですね。はい。
ですね、めっちゃいいかもしれない。これ。はい。アルティメット2ね、十字キー、普通の、まあ、一体型だけどね、しっかりと十字のね、割とオーソドックスな十字キーではあるんですけど、斜めは相当入りやすいと思います。斜め上もね、かなり入りやすくてね、入りやすすぎて、ちょっとだけね、斜め上とか誤爆するかもしれないんですけど、かなりこの十字キーはね、スト6、戦える、十字キーだと思います。ABXY ボタンについてもですね、かなり連打とかもしやすい印象がありました。ちょっと ABXY ボタン、ストロークは深めではあるかなっていう感じなんで、デュアルセンスとかと比べるとね、ちょっとだけ、連打ね、しづらいかなっていうところはあるんですが、やや、しっかりとした押し感ね、クリック感っていうほどじゃないんですけど、まあメンブレンなんで、ちょっとね、あって、すごくね、これも悪くないですね。これはね、かなりスト6に向いているコントローラーだと私は感じました。はい、で、最後にですね、アセットコルサの方をね、アナログトリガーと振動機能のチェックのためにやってきました。まずですね、アナログトリガーについては申し分なかったかなと思います。全くね、アクセルブレーキの操作っていうのはね、違和感なくできたような気がします。若干スティックの癖っていうところでね、苦戦はしてですね、まあなんとか4周目でね、タイムっていうのは出せたんですが、かなり、微妙なところでね、コースアウトしてしまってタイムが無効になるっていうことがね、何度もあってね、そのあたりっていうのはやっぱりスティックの若干の癖っていうところを感じるところではありましたね。で、振動機能に関してなんですけど、こちらはちょっとね、独特な、振動機能だったかなと思います。迫力ある大きな振動っていうところはまあまあ OK なぐらいね、ちゃんと振動が伝わってきてよかったんですが、小さな振動っていうのが控えめすぎてですね、あんまり感じ取れないっていうことが結構あったかなと思います。なんかね、全体的にこう見た目通りお上品な感じのね、振動だったかなっていうところで、もう少しですね、メリハリのあるですね、振動だったらより良かったかなと思います。もしかしたらゲームによってはですね、振動でね、いろいろとこうフィードバックもらって、それでこう、なんていうんですかね、アクションゲームとか特にね、操作をね、振動で感じ取って操作をするみたいなタイプのゲームがあるかと思うんですけど、そういう時にね、ちっちゃな振動ちょっと捉えづらいかもしれないっていうところはね、ありますね。まあ全体的にですね、振動ちょっとなんか物足りなかったかなっていうところはありましたけど、まあまあね、よくまとまってるコントローラーだなっていうのはね、アセットコルサをプレイしても感じました。というわけでタイムの方は1分47秒430っていうことでした。はい、以上ですね。8BitDo の Ultimate 2ワイヤレスコントローラーをレビューしてきましたが、いかがだったでしょうか。非常に優れているコントローラーだったなと思います。タクトスイッチの十字キーなんですが、これは格ゲーで普通に使っていける、十字キーだったということでね、スト6これでランクを回すっていうね、用途も普通に使えてですね、しかも FPS ゲームもかなり高いレベルでね、使っていけるっていうことで、ずっとね、この2つを両立するコントローラーっていうのを探してきたんですが、おそらくこれが初めてなんじゃないかなっていうくらいね、高いレベルでまとまっているコントローラーだったなと思います。知恵も少なくてね、すごく良かったですね。唯一残念なところってね、やっぱりスティックの感度かなと思います。ちょっとだけ曲線を描いてるっていうところで、そこがね、もしかしたら気になる方いらっしゃるかなと思います。私はね、ほぼ気にならなかったのでですね、まあまあ、これならね、まあ多少慣れれば使っていけるくらいのね、感じかなとは思うんですが、そこがどうしても気になるよっていう方はね、リニアな、コントローラーっていうのを選んだ方がいいかなと思いますね。全体的なボタンの押し心地とかデザイン性ですね、とかですね、もう本当にすごく高いレベルでまとまってます。
ソフトウェアの方はですね、ちょっとね、まだまだ物足りないかなっていうところはありましたね。同乗子設定がちょっと、できなくて本体の方でね、やらなきゃいけないよとかですね、カスタムカードカーブみたいなものの設定もできなかったり、あとはレギュレーター機能みたいなものもなくてですね、キャリブレーションしてね、中立を合わせていかなきゃいけなかったりとかですね、やっぱりもう本当にその辺充実しているですね、モジョンのね、コントローラーとかと比べると、ちょっとね、劣る部分っていうのはあるんですが、その辺はね、あくまで付加価値っていうか、必須機能ではね、ないかなっていうところで、このコントローラーね、私は最近のコントローラーだとトップ3にね、入ってくるようなコントローラーなんじゃないかなと感じました。皆さんどんな風にね、このコントローラーね、感じられるかなっていうところもね、興味深いのでですね、ぜひね、こちらの私がね、管理人をしているモノルのね、方でね、アルティメット2ワイヤレスコントローラーをね、購入された方はね、口コミを書き込んでいっていただけたら嬉しいです。本当にね、たくさん口コミを書いていってくださっていてですね、実際動画のね、内容を実際に確かめてみてこうだったよみたいな、この辺とかですかね。はい、こういうね、口コミとかもいただいていて、とってもね、私自身これすごくね、気にして見てたりしますので、よかったらね、ちょっとね、機能的に、私が全部作ってるんですけど、まだまだ充実していないところとかね、使い勝手がちょっとね、悪いところとかもあるかもしれないんですけど、ちょっとその辺徐々に改善できたらなと思いますので、ぜひね、利用してくださったら嬉しいです。よろしくお願いします。以上、モノルでした。ご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。